火の用心。こんにちは、よすけです。競合ひしめくルール無用 JCJC。最強の空力を目指して全力ボディのミニ四駆を開発。よすけはこれを全力ミニレイクと名付けたよ。前回の動画、ダウンフォースが思うように働いていないので、確認するために風洞を自作することにしたよ。だがしかし、よ水への生産設備の都合で、整流格子を作れないことが発覚。仕方がないので、外注することに。という動画を投稿したところ、JLCPCB から連絡が来て、整流格子を無料で作ってくれることになりました。まあ、ただほど高いものはないわけで、発注方法とかの説明を動画で紹介してください。ということなので、発注方法をご紹介。まず、JLCPCB のサイトにアクセスします。今回は 3D プリントを発注するのですが、他にも PCB 基板や CNC 加工もやっているみたいです。3D プリントのページを開くと、3D ファイルの追加という項目があるので、そこに STL もしくは STEP のファイルをドラッグ&ドロップします。STEP の方が情報量が多いそうなので、今回はなんとなく STEP を追加しました。モデルがアップロードされると、注文の詳細が表示されます。今回は整流格子なので表面粗さが重要。なのでレジンを選択しますが、ナイロン、メタル、プラスチックなどがあるようです。レジンの中にもたくさんの種類があるのですが、今回は黒くて、硬くて、スベスベしてそうな、JLC ブラックレジンを選んでみました。表面仕上げはサンディングが標準装備のようなので、そのまま選択。製造時期も72時間が標準のようです。商品概要は適当にそれっぽいものを選んでおきました。価格は 38.7 ドル、6000Y。安くはないけど、どでかい 3D プリンターを買うよりは、といったところですね。詳細を確認したらカートに保存、サインインを求められるので、アカウントがない人は作ってサインインしてください。カート画面でアイテムを選択して、安全な決済を選択すれば発注の完了です。と思っていたのですが、ここからが本番でした。プリントの仕方とか、めっちゃフォローしてくるじゃん。しかも、メールのレスポンスが良い。内容も 3D プリントがわかっている人だったので、スムーズに話が進みました。ちなみに今回の案件を受ける前だったので、変な忖度などはされていないと思います。計10回ほどやり取りをして、印刷はこの方向にすることで決まりました。適当に良きに計らって印刷ミスされるより、こんな感じでめっちゃフォローされた方が、信頼感があります。整流格子を JLCPCB に作ってもらっている間に、他の準備を進めます。前回の動画で勘のいい視聴者はお気づきだと思いますが、流線を確認する煙に線香を使う予定です。ということで線香立てを作りました。線香は燃えて短くなっていくので、先端の高さが変更できるようになっています。3D プリンターで召喚。よ水への 3D プリンターで召喚できる長さ。175mm に対して余裕を持った 170mm で設計しました。が、プラットフォームが外れません。どういうこと？あ、そういうこと？理解しました。サポート材の長さ 5mm を忘れていました。サポート材が。サポート材を含めて 175mm。召喚できるギリギリの長さになってしまったようです。なので最後の印刷面がフィルムから剥がれず、プラットフォームが外せなかったようです。マニュアル操作でプラットフォームを上に動かして、フィルムから剥離、どうにか救出できました。IPA で洗浄、長さは設計通りの 170mm だったので、印刷には問題がなさそうです。すべての部品が印刷できたら組み立て、高さを変更するためのネジ、光造形なので綺麗な仕上がりなのですが、
そのままでは太すぎてナットに挿入できないので、ダイスでネジを切り直します。ナット側もタップで拡張しときます。スルスルグッドです。サイドのスタンド部分ははめ込み式にしたので、ヤスリではめ込み部分の太さを微調整。ハンマーで叩いて勝ち込みます。エレベーター部分を取り付け、角材の間をひねって取り付けます。上側のフレームをハンマーで書き込みして、線香盾を取り付ければ完成です。これで線香の長さに応じて煙の位置を調整できるぞ。ということをやっていたら、声優講師が届きました。詳細をメールで詰めて、正式発注をしてから1週間。ちょっぱ屋で届きました。仕上がりもいい感じです。黒くて、硬くて、スベスベしています。JLCPCB さんありがとうございました。取り付ける前に、声優格子なしの状態を確認。ファンの交流に旋回流ができることは知られていますが、風洞では前方にも若干の旋回流が発生するようです。わからん。が、せっかく作ったので取り付けます。風洞を縦にして上から挿入。寸法精度が良いのでスルスルグッドで入って、あ、しまった。アクリル溶着時に溶液が垂れてできた凹凸に、引っかかってしまったようです。軽く叩いたら通過できました。旋回流の確認。わからん。これはもうプラシーボってことで納得してください。撮影時に背面がアクリルだと煙が見えないので、黒の画用紙を貼り付けます。そして計測部前方の声優格子を取り付け。しまった、画用紙の厚さを考慮してなかった。半分までしか挿入できませんでしたが、とりあえず今回はこのまま進めます。線香を置くための台を入り口側に取り付け、接着は両面テープにしました。線香に火をつけて煙で優先を確認します。全然見えねえ。はい、全然見えませんでした。これは第5さん、つまり想定外だ。困った時は先人の知恵を拝借しよう。足し算は全てを解決する。そう、つまり線香10本で再挑戦だ。お、今度は煙が若干見えるぞ。が、うっすらと見えるだけなので、これで優先を確認するのは難しそうだ。となればさらに足し算をしていくしか。おう、やべえ。今君がこのビデオを見ているということは、つまりそういうことだ。先行計画は失敗に終わった。一応バックアップは用意していたのですが、なんせ高すぎるので先行計画の失敗が明らかになるまで、ポチれませんでした。ということで、次回の動画はスモークマシンが届くまで、お預けということになります。いいねとか高評価してくれると Amazon が頑張って、早く配達してくれるかもしれないので、そこんとこよろしくお願いします。ではでは。